シエロの介護研修、感染症食中毒予防1。研修はご覧の構成で進みます。最後までご視聴ください。第1章、はじめに、研修の目的。皆さん、お疲れ様です。本日は感染症食中毒予防1の研修を行います。介護の現場では、免疫力が低下している高齢者の方々を多く支援しています。感染症や食中毒は健康な人では軽症で済む場合でも、高齢者にとっては重篤化し、命に関わる深刻な状態につながることがあります。では、感染はどのように成立するのでしょうか。感染は病原体、感染経路、受け手、この3つが揃うことで成立します。つまり、このどれかを断つことが予防の基本です。この研修を通じて、1年を通して必要な基本対策と注意すべき感染症を一緒に学んでいきましょう。第2章、感染症の経路と種類。感染症を防ぐには、まずどう広がるかを知ることが大切です。感染経路は主に4つあります。1つ目は飛沫感染。咳やくしゃみのしぶきを吸い込むことで感染します。この経路ではマスクの着用や換気が有効です。2つ目は接触感染。汚染された手で口、鼻、目を触ることで感染します。多くの感染症で主要となる経路の一つであり、手洗いが最も重要な予防策になります。3つ目は経口感染。ウイルスや菌に汚染された食品や水を口にすることで感染します。食中毒の多くがこれにあたり、適切な加熱、保存と手洗いで防ぐことができます。4つ目は飛沫核感染、空気感染です。乾燥した飛沫の核が空気中を漂い、離れた場所にいる人にも感染します。換気と早期発見が重要です。これらを踏まえ、現場で特に注意が必要な感染症を確認していきましょう。ノロウイルスは下痢、嘔吐、腹痛を引き起こします。特に注意が必要なのは、アルコール消毒が効きにくいという点です。そのため、消毒方法を正しく選ぶことが重要です。次亜塩素酸ナトリウムによる消毒と石鹸と流水での手洗いを徹底しましょう。インフルエンザは急な高熱、関節痛、倦怠感が特徴です。特に注意が必要なのは発症前から感染力がある点です。そのため、体調の変化に早めに気づくことが重要になります。ワクチンは重症化予防に有効ですが、感染を完全に防ぐものではありません。疥癬は皮前ダニが皮膚に寄生することで発症します。主に皮膚と皮膚の直接接触で感染しますが、寝具や衣類を介して広がることもあります。そのため、ケア後の手洗いの徹底と共有物の管理が重要です。MRSA は抗菌薬が効きにくい菌による感染症です。主に接触感染で広がるため、手指や環境を介して拡大しやすい点に注意が必要です。手洗いや手袋の適切な使用と環境消毒を徹底することが重要です。結核は空気感染で広がる感染症です。乾燥した飛沫の核が空気中を漂うため、離れた場所にいる人にも感染する可能性があります。長引く咳や発熱がある場合は、早めに報告し対応することが重要です。感染性胃腸炎は下痢、嘔吐、腹痛が主な症状です。特に注意が必要なのは、嘔吐物や排泄物に多くのウイルスが含まれる点です。不適切な処理は感染拡大につながります。嘔吐物の適切な処理と確実な消毒を徹底しましょう。第3章、介護現場での具体的な予防策。
現場ではちょっとした油断が感染拡大につながります。4つの予防策を確認していきましょう。予防策1、正しい手洗い。手は最も重要な感染経路の一つです。病原体を広げないために次の5つのタイミングで手洗いを行います。1、利用者に触れる前。2、清潔なものに触れる前。3、体液に触れた後。4、利用者に触れた後。5、利用者周辺のものに触れた後。この5つのうち2と5は見落としやすく、無意識なうちに汚染を広げやすいポイントとなります。手洗いは石鹸で指先、爪、親指、手首までしっかり洗います。その後、流水で十分にすすぎます。ペーパータオルで拭き取り、蛇口もタオル越しに締めます。また、手荒れ防止の保湿、爪の管理、アクセサリーを外すことも重要です。予防策2、適切な防護具 PPE の着用。嘔吐物や排泄物の処理には手袋、マスク、エプロンを着用します。利用者ごと、ケアごとに交換し、交差感染を防ぎましょう。脱ぐ際はゆっくり体から離して外します。汚染面を内側に包み込むように丸めて廃棄します。手袋を外した後も必ず手洗いを行います。予防策3、体調管理と早期報告。職員自身が感染源になるケースもあります。発熱や体調不良がある場合は、職場の基準に従い出勤を控え、上司に報告します。また、利用者のいつもと違う変化も重要なサインです。小さな異変でも必ず報告・共有しましょう。自分の体調を守るとともに、他者へ感染を広げないための対策としてマスクの着用も重要です。マスクの着用は職場の方針に従い必要に応じて行います。着脱時は紐部分を持ち、表面に触れないよう注意します。予防策4、環境の清潔・消毒。消毒液のスプレーはウイルスが舞い上がるリスクがあるため推奨されていません。布や紙に含ませ、汚染を広げないように一方向に拭くのが基本です。現場では清潔なものは高い位置、汚染されたものは低い位置を意識しましょう。荷物や備品は棚やフックを活用し、荷物を床に直接置くことは避けましょう。床に置いたバッグを椅子やテーブルに乗せてしまうと、底面に付着したウイルスが家具を介して広がる可能性があります。嘔吐物などの汚染がある場合は、次亜塩素酸ナトリウム 0.1% 程度を使用します。通常の環境消毒は用途に応じた濃度で行います。また、食中毒予防として加熱食品は中心温度75度で1分以上加熱します。第4章、事例で学ぶ NG な行動。介護の現場で起こりやすい6つの事例を確認しましょう。事例1、忙しかったので利用者の介助前に手洗いを省略した。手洗いはどんなに忙しくても省略不可です。介助前後の5つのタイミングで必ず実施しましょう。事例2、少し熱っぽかったが人手不足なので出勤した。発熱・体調不良での出勤は集団感染の引き金になります。職場の基準値を超えた場合は出勤せず上司に連絡しましょう。事例3、嘔吐物を処理する際、手袋だけしてマスクをつけなかった。嘔吐物にはノロウイルスなどが含まれる可能性があります。処理時は必ず手袋、マスク、エプロンをセットで着用しましょう。事例4、調理前に手を洗ったが生肉を触った後に洗わず野菜を切った。生肉、生魚には食中毒菌が含まれる可能性があります。食材を変えるたびに手洗いと器具も洗浄・消毒を行いましょう。事例5、利用者が下痢、
嘔吐をしていたが感染症とは思わず普通に対応した。下痢、嘔吐は感染症のサインである可能性があります。速やかに上司に報告し、感染対策を強化しましょう。事例6、使用済みの手袋を外した後、手洗いをせずに次の作業をした。手袋を外した後も手には菌が付着している可能性があります。外した後も必ず手洗い・消毒を行いましょう。第5章、自分の現場を振り返ろう。ここで一度立ち止まり、自分の現場について考えてみましょう。動画を一時停止して以下の問いについて個人で考えてみてください。考えましたか？これは大丈夫かなと感じる場面があれば、それが改善のきっかけです。気になった点はぜひ上司や同僚に相談してみましょう。第6章、まとめ・振り返り。今日の研修のポイントをまとめます。感染症・食中毒は日々の行動で防ぐことができます。利用者の健康と命を守るため、基本を徹底しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画とセットで使える研修テキストと年間計画表が概要欄からダウンロードできます。印刷して配布したり、実施記録の保管用としてご自由にご活用ください。